固め、濃いめ、多めで。なんなの？クッキーがベースのバンドの歌みたいな呪文は？家系ラーメンといえばこの呪文じゃない？ということで今回はコメントでリクエストがあった六角屋のレシピを公開するのだ。前回吉村屋直系ラーメンのレシピも公開しているのでそちらと比較してみてほしいのだ。まずはタレの作り方からなのだ。これは六角屋の孫店にあたる桃屋からヒントを得たのだ。なんだかご飯は進みそうな店名ね。このお店は名前の通りタレに桃のエキスを使っていたのだ。ラーメンに桃？なんだか甘すぎて美味しくなさそう。そんなことないのだ。桃缶はみりん風調味料より糖度が低くさっぱりした味わいなのだ。桃缶でお店の個性を出したってことね。そのアイデアの元となったのを推理したのだ。価格の同じフルーツミックス。これを使ってタレを作るのだ。フルーツミックスをブレンダーにかけて 100cc、ナンプラーを 100cc、 ヤマサ本醸造を 200cc、 ニンニク1かけら、生姜1かけら、水 100cc。 これらを火にかけて 400cc まで煮詰めていくのだ。煮詰めると塩分濃度が変わって味がブレるんじゃないの？鍋に 400cc の目安をつけて最後に計量して 400cc になるように水を加えるのだ。お次はスープなのだ。六角屋は家系御三家、醤油の吉村、バランスの本目、豚の六角と言われ家系の中でも特に人気だったのだ。御三家で2つのもあるなんてボスキャラ感がすごいわね。当時はすごい人気で200杯売れば繁盛店のラーメン業界で700杯以上も売るほど大人気店だったのだ。繁盛店の3倍以上、赤い彗星じゃない。さあもびっくりの繁盛店だったけど2020年に本店は破産しているのだ。そんな人気店はなんで？その理由は豚の六角と言われたゆえんのスープにあるのだ。今回はスープの作り方を深掘りしていくのだ。まずは六角屋といえば名物のトッピングキャベチャー。シャキシャキしたキャベツにチャーシューの相性抜群でトッピングとして乗せるのもいいけどそのまま食べても美味しいのよね。実はこれキャベツのある部分を使うために生まれたメニューなのだ。それはキャベツの芯の部分は甘みが強く昔はスープ作りに重宝された食材なのだ。キャベツが豚の六角の原因って全然意味がわからないわ。それは作りながら解説するのだ。まずはバラ骨 500g、 げんこつ1本、鶏ガラ半は。あら、吉村屋の時より少なめね。六角屋はクラシック系と言われ現在の吉村屋の約半分くらいの骨の量だったのだ。のれん分けして六角屋の方が新しいのにクラシック系って言われているのね。そう、吉村屋は時代に合わせて常に変化をして昔とは全然作り方が違うのだ。続いてキャベツをさらした時に使った水を3リットル、昆布、ニンニク、キャベツの芯、ネギ、玉ねぎを皮付きのまま加えるのだ。野菜や昆布まで加えるのね。野菜の甘みに昆布の旨味が加わり美味しくなるのだ。だけどこれがスープ作りを難しくする原因となって職人によって大きなブレが生じるようになってしまったのだ。家系は継ぎ足しながら作るスープなので野菜、昆布を入れるタイミング、あとはチャーシューを煮るタイミングで味が大きく変化してしまうんだ。なるほど。優秀なお弟子さんが辞めてから店が傾き始めたというのはそれが原因なので。このスープを4時間経ったら種スープの完成なのだ。種スープ？本物のスープじゃないの？これはスープの元となるスープなのだ。これを半日かけて熟成させるのだ。この熟成が豚の六角と言われたゆえんなのだ。豚の六角のゆえんは豚骨をたくさん使っているという印象だけどものすごく獣臭かったのも理由なのだ。この獣臭は博多豚骨のような匂いがするんだけど豚の頭を使った味はしないのが疑問だったのだ。豚の頭を使うと臭くなるの？呼び戻しという技法が関係しているんだけどものすごく臭いのだ。でもその臭さがないと博多ラーメンじゃないという人がいるくらい中毒性があるのだ。じゃあなんで六角屋は豚の頭を使ってないのに臭かったの？豚の頭の臭さを分析した結果歯に付着した枯れ草菌が原因だったらしいのだ。それが六角屋のスープにも含まれているからなのだ。枯れ草菌って何？植物や土壌に多く生息する菌で代表的なのが納豆菌なのだ。納豆菌。臭さの原因は納豆ってこと？枯れ草菌や納豆菌はタンパク質を分解してアミノ酸に変換するんだけどその際に発生するのがアンモニアなのだ。なるほど。でも納豆なんて入れてないわよね。土壌や植物にも生息するといったようにキャベツ、ネギ、玉ねぎ、ニンニクといった食材にも枯れ草菌は含まれているのだ。おそらく閉店後
キャベチャーの仕込みで使った水をそのままスープに加え、それが発酵した結果獣臭が強くなったんじゃないかな。納豆菌は熱にも強いから、ネギやニンニクに付着した菌も発酵しているのだ。なるほど、臭み消しの食材が臭さの原因になっているわけね。臭さの原因になっている枯れ草菌だけど、悪いことばかりじゃないのだ。まずは旨味成分であるアミノ酸が豊富になるし、何より腐りにくくなるのだ。鰹節にはカビ漬けという技法があり、毒性のある有害なカビが発生しないようにあらかじめ無害なカビを繁殖させて他のカビがつかないようにしているのだ。枯れ草菌も同様に、高温にも耐えられる枯れ草菌は大腸菌やウェルシュ菌などよりも強く、それらの菌を抑制しているのだ。酒蔵や醤油製造所では今でも納豆を食べるの禁止しているところもあるくらい強い菌なのだ。臭さで細菌をガードしてるのね。MP バリアーみたいね。年がバレる発言はやめるのだ。そんなわけで12時間経ったスープがこちらなのだ。すごい臭いわけじゃないけど、確かに吉村屋のスープ作った時よりも獣臭がするわ。ここから骨と野菜どもを分けてスープだけにするのだ。取り出した骨に再び水を加えてサブスープにするのだ。ここまでは吉村屋を作った時と同じね。サブスープに鶏皮を加えて弱火で乳化させないように煮込んで、ここからチー油を作るのだ。チー油を別に取らないのね。鶏皮の旨味がサブスープにも移って一石二鳥なのだ。だけどこれも臭さの原因になっているのだ。そうなの？家系はスープが減ったらサブスープをメインスープに移して味を調整しているのだ。スープが減った分はサブスープに水を足していくのだけど、乳化させないために沸騰させないでいると温度が下がり40度くらいになると枯れ草菌が増殖するのだ。発酵にちょうど良い温度でキックされちゃうわけね。それが臭さの原因なのだ。この臭みを抑えるためサブスープの温度管理が重要なのだ。本当に難しいスープだわ。さらに難しくさせているのがメインスープなのだ。メインスープには種スープ同様にバラ骨 500G、 げんこつ1本、鶏ガラ半身、昆布 30G、 ネギ半分、ニンニク、玉ねぎ半分、サブスープからスープを継ぎ足す。これらを加えて沸騰したらチャーシューを加えるのだ。吉村屋は焼き豚だけど六角屋は煮豚なのね。あら、チャーシューを2本も入れるの？これが六角屋の特徴。たくさんのチャーシューで出汁を取るのだ。スープは骨よりも肉の方が出汁が出やすいのだ。だから昔の家系はチャーシュー麺の量が多く安かったのだ。確かに今でもチャーシュー麺型よりも安いわ。それはチャーシューが出るほどチャーシューを加える機会も増え、スープにコクが出るからなのだ。でもそれは諸刃の剣なのだ。どういうこと？チャーシューが出ない状況、つまり200食から100食に減ったらスープの味が落ちるってことなのだ。あ、ということは人気が落ちると味も落ちるってこと？そうなのだ。チャーシューにスープの味を依存していると客数によって大きく味が変化するのだ。だから吉村屋は燻製チャーシューに切り替えたのね。おそらくそういうことなのだ。御三家と言われた本木屋も六角屋も本店が閉店して吉村屋が今でも繁盛している理由はこの気づきに対処した結果なのだ。だいぶ話が長くなったけどチャーシューを1時間半煮たら取り出すのだ。醤油だれに漬け込むのだ。六角屋が人気だった頃はタレの漬け込みが短く味がしないチャーシューがデフォだったのも懐かしいのだ。スープは新しい骨を加えて1時間半から2時間が一番うまいのだ。このタイミングで完成なのだ。タレは 40cc。 スープは 250cc。 チー油は多めに 30cc 加えるのだ。早速実食なのだ。あれ、吉村屋を作った時より美味しいかも。そうなのだ。野菜の旨味、昆布の旨味、肉の旨味で重層的で非常にバランスの良いスープなのだ。それに臭みもそんなに気にならないわ。多分1週間継ぎ足しながら作ったらあの臭さも再現できたかもなのだ。タレがキレがありすぎて吉村屋っぽいわね。ベースを吉村屋の時の分量に寄せたからなのだ。フルーツ感の量を調整すればもっと近い味になりそうなのだ。分量とかは微妙に違いそうだけど、臭かった理由とかタレの材料とかはかなり当たっていると思うわ。レシピを知っているわけじゃないから仕方ないのだ。実際に味を見てメニューやトッピング、歴史から推理して作ってるのだ。まるで探偵ね。料理探偵、
かっこいいのだ。これからも料理探偵として頑張るので、チャンネル登録よろしくなのだ。コメントでのリクエストも受け付けてるのでどんどんコメントするのだ。